皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は皆さんに千葉県のおすすめの観光地、佐原を紹介します。佐原は香取市にあって、成田空港から車で30分、電車なら1時間くらいかかります。まだそんなに観光客が多くないので、本当におすすめです。今日は旅行で使える日本語も紹介しますね。まずはホテルでチェックインします。ホテルに着きました。まだ早いんですけど、先にチェックインの手続きをさせてくれるって今スタッフの人が言ってくれたのでチェックインします。本日はご来館いただきましてありがとうございます。こちらから失礼いたします。お名前とご住所こちら記載ございます。生年月日ご記入いただきまして、ご同伴者様のお名前、生年月日、ご住所も同様にお願いいたします。こんな感じで、もう名前と住所は書いてあったので、生年月日を書いてくださいと言ってましたね。生年月日、何年何月何日に生まれたか、自分の誕生日を書きます。あとよくご記入くださいとかご記入お願いいたしますと言われると思います。これは書いてくださいの丁寧な言い方です。今日泊まる部屋です。よいしょ。わー、素敵。このホテル、本当に素敵なホテルなので、部屋や食事の様子はまた別の動画で詳しく紹介しますね。本当に素敵なお部屋ですよね。今回こんな素敵なお部屋に泊まれるのはノーションのおかげです。今回はノーションとのコラボレーションです。今回千葉に行く前にスケジュールを作りました。で、共有したんだよね、友達に。この前 LINE で送ってくれたやつ。そうそうそう、それがノーションなんです。ノーションは別に会員登録していなくても、私が作ったスケジュールとかそういうリストとかを他の人に共有することができます。私は去年からずっとノーションを使っていて、例えば仕事のスケジュールの管理とか、さっきの旅行のスケジュールとか、あと一番よく使っているのは撮影したいところリストです。実は今回泊まっているこのホテル、去年見つけてずーっと泊まりたかったホテルなんです。ノーションで撮影したいところリストにあるホテルに泊まってノーションとコラボできると思ってなかったので本当にありがたいです。ノーションは他の人と一緒に作業をしたりとかいろんなものを共有することもできます。なのでさっきみたいな友達と旅行のスケジュールを共有するだけじゃなくて、仕事でもいろんな情報を共有できるのですごく便利なツールだと思います。タスク管理の場合は、例えば作業中とか完了っていう風にカテゴリーを分けておくと、すぐに今自分がしなければいけないことがわかると思いますし、チームで共有すれば誰が今何をやってるのかがすぐにわかるので、とても便利だと思います。概要欄にノーションのリンクがあるので、皆さんもダウンロードしてぜひ使ってみてください。次は佐原の観光スポットを紹介します。伊能忠敬記念館に行きました。ここは撮影禁止だったので簡単に紹介します。伊能忠敬は江戸時代に日本で初めて歩いて測量して日本地図を作った人です。実際に使った測量器具も見ることができます。興味がある人は行ってみてください。次は船に乗るためにチケットを買います。NG じゃあ、2人お願いします。1人1300円です。はい、ありがとうございます。次、はい、これ15時にここに来ればいいですか？はい、わかりました。じゃあ後で来ます。船のチケット売り場の近くに口笛を吹いてくれるという人がいたので、ちょっとお願いしてみました。どうもいいですか？はい、どうも、はじめまして、佐原で、口笛4年を、流しております、お散歩西安と申します。はい、今日は一生懸命やりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこの中から歌ってほしいものを選ぶんですね。はい、歌うとか、口笛ですね。あ、口笛。口笛流しは多分世界で僕しか
おりません。はい、安心してですね聞いていただきましたら。じゃあ大きなフル時計でお願いします。ありがとうございます。わかりました。じゃあちょっとフェイスブックの名前教えてもらっていいですか。 Facebook はそのままね、西山秀信。西山秀則さんで。秀信でね。秀信。秀信、はい。もしよかったら名刺で。ああ、じゃあ、はい。名刺をね。それ YouTube に載せても大丈夫ですか。もう全然大丈夫です。こちらでちょっとお茶します。いきなり入って撮影許可いただきました。素敵。すごい。じゃあちょっといいですか、こちらで。ありがとうございます。すごい。いや、畳いいですね。あ、これですね。Facebook あります。お店の名前高倉さんです。すごい。うなぎとかいろいろある。季節でメニューは変える。でも多いですよね、結構。種類。はい。三色丼で。そうなん、ちょっと夕飯の時間が早くて。そうなんです。で、それ2人でシェアして。とりあえずいいですか。で、お水で十分じゃないですか。いいですか。後で足りなかったら頼みます。ありがとうございます。あ、すごい。晩ご飯は何で、うなぎですか。晩ご飯はホテルについてる料理で。どこの。なんだっけ、さわら商家っていう日本煮屋さん。はい、そうなんです。東部は来たんですか。千葉なんです。そう、はい、すいません、やっぱりシェイク頼んでもいいですか。何がいいですか。いちごとメロンどっちがおすすめですか。どっちも、まあ、シェイクだから。じゃあ、メロンでお願いします。一つで、はい。すごーい。団子が来ました。よいしょ。しかもシャインマスカットもつけてくれた。優しい。団子みたいな。大丈夫？蚊がいた？みたらしと、これは味噌って言ってましたね。奈良の、違う、京都の西京味噌を使ったのと、あとこれはごまですね。みたらしからいただきます。おいしい。うわ、すごい。ありがとうございます。おいしい。突然ですが、あかね的ミニ日本語レッスン。注文したものが20分とか30分以上待っても来ないとき、もし急いでいたり、次の予定があったら不安になりますよね。そんな時にどうやってお店の人に日本語で伝えますか？いろいろな言い方があります。例えば、もしコーヒーが来なかったら、すいません、コーヒーまだ来てないんですけど。すみません、コーヒーまだ来てないんですけど。とか、20分前にコーヒー注文したんですけど、まだ来てないんです。20分前にコーヒー注文したんですけど、まだ来てないんです。とか、コーヒー注文したんですけど、確認してもらえますか？コーヒー注文したんですけど、確認してもらえますか？などなど、いろいろな言い方があります。もし注文したものが全然来なくて不安になったときは、ぜひ今のフレーズを使ってみてください。会計お願いします。1650円。はーい。2000円でお願いします。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すいません、急に撮影させていただいて。お店の人です。
美味しいものを食べたかったらぜひお待ちしております。はい、来てください。これから船に乗ります。皆さんはバスや船に乗っている時に乗り物酔いをしたことがありますか？揺れが強くて気持ち悪くなったりしたことがありますか？コメントで教えてください。でこれだけなんですけども、そのまま帰ってくださいって書いてある。わかりました。あと丸1分ね。いいよ。あと5秒ね。取られちゃうよ。すごい。あと2人いるんだけど。あ、すごい、水が流れた。出発します。皆さんこの川ですけどね、名前が小野川と申します。小さい野原の野が来ますね。これでも一級河川なんですね。そして利根川に注いでいます。あとね、ここはね、国の文化庁からね、国の重要伝統的建造物群保存地区というね、指定をもらってます。景色を楽しみながら佐原の歴史も知ることができるのでとてもおすすめです。はい、皆さん今日の佐原 Vlog はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？本当にお店の人たちがみんな優しくてたくさん撮影させてもらいました。今日の動画はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。いつも素敵なコメントをたくさん書いてくださってありがとうございます。今日紹介したノーション、いろいろな使い方があるので、ぜひダウンロードして使ってみてください。この動画の概要欄にリンクがあります。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。